コペン専門店モハクの森本と言います。今日はね、僕がもともと通勤で使っていた GR コペンっていう車でアタックしてみました。1年前のアタックでもう1個古いコペンの方でね、1分やっと切れたんですけども、今年は現行車両の LA400 という型式のコペンでどこまでいけるのかと。今回のコンセプトが一応こうナローボディ 660cc というね、本来の軽自動車の縛りの中で再現性のあるお客さんにね、こうまだ何本かご提案ができるギリギリのねところで作ってますんで、この内容でつくばの2秒台もう本当に1秒台入れたかったんですけどね、このスペックっていうのはもう正直十分できすぎな結果ぐらいだと思ってます。目標タイムどれぐらいですか？目標はね、正直ね、今日ちょっとね、実は調子悪くて本当はね、ニューエンジンで準備していたんですけども、それがまあ間に合わなくて。今つくばで一番は森本さんとこのアルティメットのコペンそうですね、はい、じゃないですか、はい、と比べてこの GR コペンスポーツざっとどういう車ですか？僕たちもなんでこれがタイムが出るのかって正直分からなかった部分はあったんですけども、もう本当ボディ剛性だけはむちゃくちゃいい状態だと思ってます。だから馬力をねこれだけ上げてももう正直これ追加補強ない状態なんですよ。ロールゲージだけ乗員保護のために入れてますけども、床下とかももう純正の補強そのままそれだけで対応できるっていうのはやっぱまあベースのね蘇生がいいんじゃないかなと。エンジンに関しては正直 JB をフルチューンする旧型のエンジンに比べるとそこまで馬力を出せないエンジンだったんですけども、ボディのね空力がすごくいい。僕の中ではトランクの形状だと思ってます。トランクの形状が旧規格のねコペンに比べるとすごくね上の伸びがいい形状になってますんでね、収束が伸びます。そういう部分はメリットだと思っていただいていいと思います。この車のスペック的なところなんですけれども、はい、どんなメニューが施されているのか教えてください。エンジンの中に関しては、単造ピストン、強化コンロット、キャリロ製のコンロットですね。でもねクランクシャフトもシリンダーブロックもヘッドも砲塔研磨すらないノーマルです。でカムシャフトがね、キャドカーズさんのオリジナルのハイカムが入ってます。これをベースに IHI の今 RHF5 ターボ、これに最大ブース 2.2 キロぐらいかかってまして、高回転型ではなく今日もこれだいぶ加減して7500でシフトしていたんですけども、それでも20キロを超えるトルクを出せるんですよ。真似したい方がいらっしゃったらいつでもこう作れる状態です。パワー的にはウェットショットで手動でノスを吹くようにしてまして、ノスを押した時に、ダイノジェットで係数なしの200馬力、係数かけるとね220とかねいう感じですけども、正直僕もあんまりねピークの数字には興味がなくて、もう本当にここの裏ストレートで何キロ出るかそれを見てもらったらいいと思います。駆動系とかサスペンションとかうちのオリジナルのパーツで3速4速5速のドグギアキットをニュージーランドでね作ってもらったんですよ。このねドグギアが、ものすごく面白くて、ミッション砕きまくってたところにねニュージーランド人のお友達がね俺にギアを作らせろとある日僕のお店に来はったんですよね。コンパクトモータースポーツっていうメーカーなんですけども、最初はねこのスペシャル品で対応してたんですけども、もう量産モデルができまして、ドグストレートカットのドグギアでさらにねノンシンクロギアを作ったんですけども、純正の H パターンシフトのままノークラシフトができるんですね。だからクラッチを踏まない、アクセルをちょっとオフルするだけでオートバイのようにシフトチェンジしていくことができるんで、これがまたねものすごい面白い。さらにこの車に限ってはココアシステムさんのフラットシフト、これを HKS の F コンの V プロにねアンプから信号を入れるんですよね。そうすることによって点火カットを作れるんで、フラットシフトってね言ったらもうアクセル全開したままシフトレバーの衝撃を検知して点火カットで回転数がドロップする瞬間にギア掘り込めるんで、クラッチは踏まない、アクセルも戻さない、手だけ動かしてシフトしてるんですよ。駆動系に関してはねかなり特殊な状態なので、 LSD はね SD さんのところでうちのオリジナルのねモハクスペックっていう、イニシャルのデフをドライブシャフトにしてもね H パターンのそのミッションケースにしても極力ね純正のものを使ってお客さんに再現性のある状態っていうのを心がけております。足回りは株式会社ギルドのねクラックスのダンパーって
関西ではね馴染みのあるダンパーなんですけども、オリジナルのパーツで車庫帳を作らせてもらってまして、もちろんダンパーとかはねいろんな仕様に応じていろんなねバージョンを作っているんですけども、最近ハルスプリングさん、ハルさんのバネとか、LA400 用のピロマウントだったり、僕自身やっぱり新しいものもいろいろ試していきたいんですけどもね、結果を見る限りやっぱりねダンパーとスプリングの組み合わせはもうベストだと思ってます。フロントのブレーキめちゃくちゃでかいじゃないですか。でかいですね。リアドラムでしょ。はい。これ大丈夫ですか？もうこれがね言ったら純正のドラムブレーキで、こういうブレーキとかの構造変更って一番この改造の中でもデリケートな部分じゃないですか。純正の ABS も残したままにしてあるんですけども、この状態でタイムで走れるよという、誰でも真似できますよという状態を、コンセプトに作ってます。エアロを見たところ、はい、そんなないっすよね。そうですね、外装に関してはもうほとんどノーマルなんですけども、リップスポイラーだけね、これ実はヤリス GR のリップスポイラーをあれかっこいいなと思って買ってきたんですよ。全然寸法が合わないんですよ。でその合わないのをね無理やり加工して、つけてみました。つけてみましたの割にはすごい綺麗。そうですね、この距離だったらあらもないと思うので今後また何か作ったりとか考えてることって何かあるんですか？僕の中でやっぱりやりすぎてもいけないかなっていうのもあるので、お客さんとこうね足並みを合わせるというか、今日もねうちのユーザーさんが何台か走ってるんですけども、皆さんと楽しめるぐらいのね、ぐらいに加減してますうちはもうこのコペンとね心中するつもりでやってる専門店ですから、できることは何でもやっていきたいなと思ってます。13番のみんなが4キロ